小銭がないだけでトイレにも入れないのだ。次は徒歩20分ってもう間に合わないのだ。海外ならもっと自由で洗練された生活が待っているはずだったのだ。自由を語る前に、まず目の前の利用条件を読みなさい。現金は使えない。対応する効果もない。これは積んだのだ。暗証番号は近くの店で買い物をした客だけが受け取れるようね。トイレを使うために先に買い物をする必要があるのだ。観光の自由？まず排泄の許可を買ってから言いなさい。入り口まで来たのに条件一つで拒まれるなんて怖いのだ。次の場所は閉鎖中。その次は故障中。地図は容赦がないのだ。現実を見なさい。生理現象は施設の都合を待ってくれないわ。残された選択肢が徒歩20分だなんて夢より現実が重すぎるのだ。ただしこれは一部の都市と施設を組み合わせた再現よ。海外全体の話にせず対象施設と調査時点を限定して見ていくわ。まず検証範囲を一つの都市と同じ制度圏の施設群に絞るわ。海外のトイレを全部まとめて不便扱いするわけではないのだな。当然よ。駅と商業施設と路上設備では運営するスタイも違うわ。地図には設置場所だけでなく利用時間や対応設備も記されているの。場所を見つけても今使えるかどうかは別問題ということなのだ。無料が当然だと思っていたなら随分守られて育ったのね。利用を阻む壁は料金、営業時間、閉鎖、利用者限定の4つよ。全部を有料トイレとして数えたら実態を見誤ってしまうのだ。その通り。閉鎖中と営業時間外は料金とは分けて集計するわ。施設利用者限定も誰でも料金を払えば入れる設備とは異なるの。数字が大きく見えるように混ぜたら比較ではなく印象操作なのだ。施設数や料金を比べるなら同じ調査時点に揃えるのが基本よ。設備の裏側では清掃や水道や修繕に継続的な費用がかかるわ。洗剤や紙の補充だけではないの。詰まった配管、壊れた鍵、照明の交換、落書きへの対応まで利用者の目に触れない場所で支出と作業が毎日積み重なっているのよ。安全対策や破損への対応も運営側が抱える現実的な課題なの。無料にするだけでは清潔な設備が勝手に維持されるわけではないのだ。けれど利用者には料金以外にも見えない生活コストが生まれるわ。探す時間、小銭の準備、決済手段の確認まで全部負担になるのだ。入り口の金額だけ見ていては利用機会を狭める構造は見えないわね。外出前、目的地より先にトイレの場所を確認します。これ、習慣です。地図で一つ見つけても安心はできません。営業時間と支払い方法を調べ、閉まっていた時の予備を2つ決め、そこまで歩く時間も予定に入れてから、ようやく家を出ます。観光計画より排泄計画が先なんて、自由の順番が逆なのだ。場所だけでは足りません。時間、支払い方法、利用条件も見ます。この場面は複数の制度上の条件を組み合わせた再現だわ。実在する一人の旅行者の体験として語っているわけではないの。使える場所が一つなら安心。でも閉まった時の予備も必要です。トイレに第一候補と第二候補がある生活、想像だけで疲れるのだ。駅で見つけました。でも表示を見ると改札の内側にあります。切符を持っていない人には目の前なのに遠い場所なのだ。駅によっては改札内や施設利用者だけという条件があるわ。係員に聞く方法もあります。でも急いでいる時は時間が気になります。説明して許可を待つ間にも体の限界は近づいてくるのだ。街はあなたをせかしていないわ。条件は先に存在するだけよ。次の公衆トイレへ行きます。地図ではそれほど遠くありません。着きました。でも閉鎖の表示です。近くには飲食店があります。飲み物を買って借りるか次を探すか究極の選択なのだ。注文すれば費用が増えます。遠回りすれば時間を失います。安い飲み物を一つ買うだけでも外出のたびに重なれば小さくありません。次の場所まで歩くなら予約や待ち合わせをずらし、同行者にも事情を説明して予定そのものを組み直す必要があります。直接のトイレ代がなくても別の支出に置き換わることがあるわ。同行者を待たせていると思うと心理的な負担まで追加されるのだ。私は店に入る判断をします。予定より高い休憩になります。この選択順も再現よ。特定の店や住民を笑う場面ではないわ。待つことが難しい人ほど利用条件の影響は大きくなり得るわ。高齢者や持病のある人には遠回りそのものが重い負担なのだ。荷物が多い時も大変です。移動するたび選択肢が減ります。利用できる数だけでなく必要な時に届くかを見るべきね。街に拒絶されていなくても体には拒絶と同じくらい切実なのだ。街は拒絶していないわ。条件を満たすまで受け入れないだけよ。日本の駅にもトイレがあります。でもすぐには入りません。料金塔入り口か暗証番号がどこかに隠れているはずなのだ。レシート認証も係員への申請案内も見当たりません。無料に見せて出口でまとめて請求する仕組みかもしれないのだ。海外で覚えた警戒心を日本の駅まで持ち込んだのね。では押します。
決済音も警告もなく普通の扉です。嘘でしょ。本当に何も要求されないまま入れたのだ。一方、日本では扉がただ開いたわ。何も起きないことがこんなに不思議に感じるとは思いませんでした。料金表はありません。紙もあります。床もきれいに見えます。無料なのに紙まであるのだ。何を差し出せばいいのだ。供物を探す前に清掃記録と設備案内を確認しなさい。清掃時刻が記録されています。備品も整えてあります。条件が少ないほど不安になるなんて完全に調教されているのだ。安心しなさい。無料とは費用が存在しないという意味ではないわ。入り口で払わなくても誰かが管理を続けているのですね。清掃スタッフの巡回や設備点検が日常の利用を支えているの。利用者が見ていない時間にも誰かの仕事が積み重なっているのだ。清掃頻度や設備数は公開資料がある施設だけ具体化するわ。無料だから雑に扱ってよいという話にはなりませんね。当然よ。管理する人を笑いの対象にしたら論点が崩れるわ。笑う相手は人ではなく無料を魔法だと思う自分なのだ。少しは現実が見えてきたようで、依存の自覚も込みで、駅のトイレは乗客の快適性や移動の支援にも関わる設備よ。案内が読みやすく手すりや広い空間がある場所もあります。ただし、全ての駅に同じ設備があるとは限らないわ。日本にも改札内限定や時間制限、有料の場所はあるのだ。そうよ。日本の全駅が無条件で無料などとは言えないわね。それでも入り口で支払いを求めない施設が身近にあると安心します。商業施設なら集客や滞在の快適性という目的も考えられるわ。自治体施設なら公共衛生など提供する目的は施設ごとに異なるの。無料という一言の裏にいくつもの負担方法が隠れているのだ。運賃、税金、商品価格、管理費、費用は別の場所に含まれるわ。入り口で徴収しないから利用する瞬間には財布を出さずに済みます。無料とは費用が消えたのではなく入り口で取らないという意味よ。聖域を守っていたのは魔法ではなく見えない請求と仕事なのだ。結論よ。トイレの維持には水道と清掃と人件費が必要だわ。修繕や安全対策も一度整備すれば終わる費用ではないの。誰が払うかは違っても誰も払わない選択肢は存在しないのだ。利用者から直接集める方式は負担する場面が見えやすいわ。使うたびに払うなら利用回数と支払いの関係も分かりやすいです。一方で急ぐ時にも決済手段を求められる負担が残るのよ。施設運営費や公共予算に組み込む方式は入り口の壁を低くできるわ。その代わり使わない人も間接的に負担する場合があるのだ。どちらが絶対に正しいかではなく負担とアクセスの設計問題よ。無料アクセスは安心です。でも混雑や設備への負担もあります。維持財源が足りなければ無料の入り口だけ残すこともできないわ。無料を守るには無料では済まない現実を直視する必要があるのだ。帰国すると以前は普通だった有料の入り口で足が止まりました。日本の駅で何も要求されず扉が開いた瞬間を思い出します。もうトイレに条件がある世界では生きられないのだ。海外移住の夢はどうしたの？自由な都市生活はどこへ消えたの？トイレの前で流したのだ。夢より無料の入り口を選ぶのだ。あなたが依存したのは国ではなく無意識に使える仕組みなのよ。あなたが今日何も考えずに開けた扉を思い出しなさい。その裏では誰かが費用を払い誰かが清潔を守っているわ。次からは感謝して使うのだ。